今夜は久しぶりの揚げ物。一口カツと炊き込みご飯を作ってとんかつ定食にする。まずは炊き込みご飯の準備から。昨日作ったおでんの残り汁を活用して炊き込みご飯を作る。おでんの具材は全部食べてしまって残っているのは昆布だけ。細かく刻んで炊き込みご飯の具材にする。おでんの汁を入れて目盛りまで水を入れる。炊き込みご飯を作るために揃えていたんじゃないかと思うほど絶妙に冷凍キノコと油揚げが残っていて、ありもので具沢山の炊き込みご飯ができそうな予感。炊き込みご飯におでんの残り汁を使うのは初めてで、味加減がどうなるのかが全くわからない。なんとなく色が薄い気がしたから、お気持ち程度に目分量で調味料を追加しておきます。次はお味噌汁の準備。具材は大根と豆腐を入れて、いつも通りの落ち着く味に。だしパックを入れたら、そこに大根を投入。豆腐はいつもより細かく、コロコロサイズに切ってみる。とんかつの付け合わせにトマトとレタスを準備する。とんかつといえばキャベツの千切りだけど、キャベツがなかったのでレタスで代用。味噌を溶いてお味噌汁は完成。カツには解凍しておいたヒレ肉を使う。お肉は安い時に買って冷凍保存しておいたもの。卵と米粉でバッター液も準備しておく。ミートテンダーを使うといいらしいけど、我が家にはそんなものはないので、試しにフォークで押してみることにした。お肉に粉をまとわせたところで、塩コショウを忘れたことに気がついた。順番は間違えたけど、しないよりはいいかと思って、両面に塩コショウを振る。バッター液からパン粉へと順番につけていきます。炊き込みご飯が炊けたので、ご飯をほぐしておく。釜底におこげができていて、
とってもいい感じ。油を準備したら揚げていきましょう。1回目は油の温度が高すぎたのか焦げかけてしまって、2回目からは火加減をもっと弱めて揚げてみた。あまり揚げ物をしたことがなくてなかなか悪戦苦闘してしまったけど、見た目は美味しそうなとんかつができた。ワクワクしながらカットしてみたら、なんとサクッとも音がしないとんかつになってしまった。もっと上手に揚げ物を作れるようになりたいな。あとはお気に入りのお皿に漬物を準備していただきましょう。いただきます。とんかつはサクッと音はしなかったけど、味はとっても美味しくできて、お肉も柔らかく仕上がってくれていた。炊き込みご飯は味加減が心配だったけど、こちらもちょうどいい仕上がりで、目分量の調味料もいい仕事をしてくれた。おでんの残り汁を使ったことは全く感じられなかったけど、こんなに美味しい炊き込みご飯になってくれるとは、また一つ新しい発見になった。ご視聴ありがとうございました。またね。